さあ始まりました古民家 DIY の時間です。前回の動画でキッチンの天井とこの玄関の土間の土壁をドンと落としていきましたので、次は床です。向こうの奥からどんどんこの床をね剥がしていきたいと思います。それではやっていきます。一部屋床を剥がし終えました。恒例のね床下チェックいってみましょう。だいぶ傷んでますね。湿度かなこれは。めちゃくちゃ簡単に外せます。それでは見てみましょう。これ一番北側の部屋なんですけど、ちょっとね湿度高めですね。支えてる土台も結構傷んでますね。こちらの床下も傷んでますね。こんな感じで、この辺は危ないですね。歩くともうめり込んでいく。おお、簡単に崩れますね。こう畳はぐって床下剥がしていくときに、まずこのどの板を剥がそうかってなるんですけど、僕はだいたいこういう風にね割れてるような剥がしやすいとこをまず1枚目剥がしていきます。でそこからね2枚目3枚目と広げていくような感じですね。
了です。畳2部屋分を剥がすことができました。最近ね張り切りすぎてちょっと腰痛がひどいので、今回はここまでということで、今日ね畳を剥がして床板を剥がしたんですけど、ちょっとやっぱりね床下っていうのはアリが結構ね木を食ってるんですよね。ちょっとそれをシェアしていきます。ちょっと分かりやすい板があったので2枚並べてみました。これね見たら分かるんですけど、左側がめちゃくちゃ食われてて、右側が食われてない方ですけど、見えますかね、この辺がもう食い荒らされてるとこなんですけど、分かりやすいようにちょっと断面を切るとこうストローみたいにね穴が開いちゃってるんですよね。アリはこう、食うとずーっと中をね食いながら走っていくんですよね。何回も食ってるのか、何匹もね食ってるのかわからないですけど、もうこれなんかもう簡単に親指とかでグッと押さえると潰れるんですよ。パッとスカスカで、もう簡単になんかお菓子みたいに、こんな感じです。食われてない木はこんな感じでもうカチカチに強いんですけどね。いや、アリ怖いですね。もうこんなんです。木がこんなに脆くなっちゃう。このね穴のことをアリの道と書いて蟻道というらしいです。この蟻道がねありすぎるとこんな感じで蟻道ですね。これ蟻道いかがでしたでしょうか。恐ろしいですね。床下の板とかやっぱりね湿気が大好物なんだと思います。湿気が溜まってる木ほどもうアリにめちゃくちゃ食われてるんで、これね古民家あるあるでねある程度仕方ないんですけど、損傷がひどいところはやっぱり芯材に入れ替えるということをやっていかないとダメですね。それでは次はうちのフローリングの解体をやっていきますので、次回もぜひぜひ見てみてください。それでは。